今卵使ってる状態のタレに。ほらどうこれ、もうセクシー。どうも貝原龍山です。この刺身を作ったのは誰だ。今回はですね、貝原龍山が完全に喜ぶ至高のレシピです。何の至高かっていうとですね、至高の煮卵です。完全にこれを出したらですね、本物の貝原龍山もですね、この煮卵を作ったのは誰だって怒るぐらいの美味しさです。今回は貝原龍山を完全にブチ切れさせるですね、最高にうまい煮卵を作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。大丈夫かな、俺おいしんぼの作者に消されねえかな、これ大丈夫か。じゃあなんかいろいろ炎上しそうですけども頑張ります。もう何回も炎上してるから大丈夫。ということで今回使いますのは卵。これは別に至高の卵とかじゃなくてスーパーの卵ですね。はい。そして鰹節、あとニンニク。僕といえばニンニクですから。はい。これで美味しすぎてブチ切れるぐらい美味しい最高の至高の煮卵作っていきたいと思います。ということで至高の煮卵を作っていくために一番大事なことはやっぱね、自らを至高にしていくこと。僕が完璧に貝原龍山になりきるために自らを至高にしていきます。いきます。最高。だんだん気になる。はい、じゃあやっていきます。はい、じゃあですね、やっていきたいと思います。まずね、煮卵のタレ、漬けだれ作っていきたいと思います。これですね、鰹節。やっぱね、鰹節の香りをね立たせた方がうまいです。これは至高のレシピなんでね。お醤油とかだけでも美味しいんですけど、やっぱり、ね、だしの味効かせた方が味玉って、最高にうまくなります。この鰹節、これをですね40秒レンチンして粉にしていきます。これ池森システムですね。池森システム使いまくりなんで、これと出会って僕人生変わったんで。でこれチンした終わった鰹節はこんな感じで揉んでいきます。そうするとね粉々になって、鰹節このままね煮卵つけてもいいんですけども、結構ね鰹節そのままやると鰹の感じ残るんですよね。粒子が大きいとだから歯に引っかかったりするんで、こうね粉にすると出汁も出やすくなるし、非常にねいいんですよ。そして鰹の香りがこの卵に移ってすっごく出汁のいい香りがするんですね。このやり方すごいです。でこんな感じでね、で完全に粉になりましたね。粉になりましたらこれ鍋に入れていきます。これでね漬けだれ作りますんでね。でこれをみりん大さじ3、これ甘みとコクですね、つけていきます。で鮭大さじ2半、ここに味の素ですね、1234567振りです。はい、これね鰹節っていうのはイノシン酸が入ります。そしてこの味の素グルタミン酸を入れるんですね。そうするとうまみの相乗効果で非常にいいうまみがつきます。でお砂糖ちょっと甘みつけます。小さじ1半、ちょっとね甘があった方がいい。でここに醤油です。醤油大さじ4です。でこれねまずねこれで沸かす。これねなんで沸かすかっていうとね、酒とみりんを飛ばす、完全にぶっ飛ばす、それが至高なんです。はい。でもこれ味の素入ってるから多分貝原龍さんは激怒すると思うんで抗議文が来そうですね。でこれを煮詰めることによってですね、どういう効果があるかというと、アルコールを飛ばして、あとね醤油に火が入ることでちょっとまろみが増すんですね。醤油の角を取るなんで、ちょっとねブクブクっとちょっと沸かしていきます。で大体全体が沸騰してきたなと思ったら OK なんで、そしたらですね今からゆで卵を茹でていくんですけども、熱いまんまだとゆで卵ね入れたら固まっちゃうんですよ。なんでこれ一回冷まします。で冷ます時にこいつ青ネギ、ネギの青いとこですね、これあればあった方がネギの香りがついてうまいです。あとニンニク、さっき出てきたニンニクあったじゃないですか。はい、砕いたニンニク1ペンポ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 ン。これ昨日の酒残ってないこれで、こいつを、冷ましておきます。冷たくするまではいかなくていいんですけども、人肌ぐらいまで冷まします。じゃあですねこちら沸かしたお湯があります。でここには卵があります。で卵なんですけども冷蔵庫から出したての卵、その方がですね中身が冷たいので結構半熟にいきやすいです。でこれですねこのまま入れてもいいんですけども、ちょっと温度差で結構ね割れやすくなってるんですね。だから表面だけちょっと慣らしたいんですね、温度をね。ほら見てください、こうやってね水に浸すんですよ。はい、もう一瞬でいいです。はい、そしたらこれ水取りますよ。はい、こうすることによってこの温度差が軽減されますんで割れにくくなります。そしたらお湯はですね、あんまりポコポコさせない、最初は中火ぐらいで、でそっと入れるってどういう風にするかっていうと、できればねこういうざるで入れてください。あんまりねボトボトって、やられると衝撃で
割れちゃいます。こうやって沈めていく。沸騰したお湯の方が、半熟に仕上がりやすいです。でまた入れていきます。はい。で今回ね、つけ汁的に7個ぐらいいけるんですけども、まあ6個でも5個でも構いません。それはそーっとです。そーっと入れてくださいね。そこまでガタンガタンってやると割れちゃいますんでね。赤ちゃんを扱うように。パパですよということで、パパになりきってください。はい、ママでも可能です。じゃあ7分でいいかな。7分にしとこう。今回ちょっととろっといく感じで、こっからの火の温度大切です。中火でやってください。これ弱火だとね、温度下がり続けていくので、なんで中火で、これくらいの火ですよ。はい、皆さん中火覚えてくださいね。ここで弱火にしちゃったりとか強火にしすぎちゃったりすると、7分経ってもですね、ちょっとドロドロかなっていう感じになりますんで、7分ね、7分もしくはもうちょっと固めが好きな方は7分半ぐらいやってください。ということで7分後にジャンプ。はい、それではですね、出来上がりました。7分茹でました。ポコ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 いってるような、こういう状態でですね。はい、そしたらもう取り出していきます。水、お湯もう出すじゃないですか。で1個も割れてないです。まずね、これ冷やす。よーく冷やします。ここにね、氷入れるんですよね。なくてもいいんですけども、殻むくのなんかすごい苦手だなっていう方は、氷入れてください。なんでかっていうと、氷を入れるとね、卵をね縮みますんで、中がだからね、剥きやすくなるんですよ。よく冷やしたらケツから割ります。ケツから割ったらおケツから剥いていきます。こう水流しながらね。でこの水がこの隙間に入ってですね、隙間産業なんですね。こういう感じです。隙間に入るとこうやって殻が剥きやすくなる。ほら見て、つるんと剥けたでしょ。これですよ。もう赤ちゃんみたいで、これをね全部やっていく。はい、そうしましたらですね、卵これ全部トゥルントゥルンの赤ちゃん肌になりましたんで、こいつをね、つけていきます。ジップロックとかでもいいんですけども、こういうねなんかね袋のがいいです。こういう袋のが、空気抜きやすいんですよね。こういうポリ袋みたいなね、スーパーで売ってますんで、こういうのあるといいです。でここにもうね、これねタレ完全に冷めてるんですよ。これ室温ぐらいになってます。でこいつをもうガーッと入れていく。このタレがね最高にうまいですから。でこいつなんですけども、できる空気抜きたいんですよ。これ水溜めたボウル入れます。そうするとちょっと水入れすぎましたわ。これ分かります？これ全部今卵使ってる状態のタレに、はい、でここでこれ結ぶんですね。これね、水圧でこう空気を追い出していくっていう方法なんで、煮卵とかね漬けを作るときはこういうのでやったほら見てください。全部使ってるでしょ。これだと味が染みやすいんで、これでボウルかなんかに入れといて、でこれで、冷蔵庫丸1日で美味しく食べられるんですけども、僕のおすすめは3日ぐらい漬けたのが一番うまいです。そうするとねガッと味染みてすっごくいいおつまみになりますんで、今回はこれでやっていきます。はい、で前回漬けたのがありますんで、前回漬けたのをちょっと持ってきます。前回漬けたのがこちらですね。はい、いい感じで使ってますね。これね3分クッキング方式、こんな感じでね。個数が少なくなってるのは僕が味見で酒飲んでしまったのですいません。ほらいい感じに、これね2日間ぐらい漬けたかな。じゃあいきますよ。はい、ほらこの真ん中がちょっとプルッとしてて、この茹で方ですよ。皆さん見てますか？この断面見せたかったんですよ皆さんに。はい、こんな感じです。こんな感じ。ああもうセクシー。この断面を皆様におすすめ、見ていただきたかった。持ってきます。はい、でね、漬かりがもし浅い時はここにタレちょっとかけてあげるとね、味増しますんで。ということでこちらで至高の味の完成でございます。はい、じゃあ最高に美味しそうな味玉完成しましたので、いただきます。キムキ。僕はね、煮卵はラーメン屋のつまみだと思ってるんでね、ビールですやっぱりね。ラーメン屋はほとんどビールしか置いてないからね。じゃあこれですね、いっちゃいましょう。じゃあまずはプレーンでいきたいと思います。味めっちゃ染みとる。この味だよ。マジで僕が食べてきた味玉、煮卵の中でダントツうまいです。鰹節のうまみと香りもギュッと染みてますし、ニンニクとネギの香味野菜の香りもギュッと入ってます。非常に美味しい。もう一個いいっすか？これね、ブラックペ
ペッパーもいいと思うんですよね。ブラックペッパーかけていいですか？これで最高にビール合います。最高ですね。タレもね結構まろみがあるんですけども、ここにキュッとブラックペッパーの香りが入ると非常にうまい。疲れがちょっと浅いなと思ったらお塩ね、一つ飲みしてください。これお塩、僕は禁じ手です。これは最高。あ、すいません、メンバーとチャーシューもお願いしますって感じですね。あとね、ラー油、ちょっと待って、もう止めどない。ラー油絶対ラー油合うから。ゼラチンみたいに固まったこの黄身、オーマイガー、好きすぎる、愛してるから。これ全部食べたい、全部食べたいけどやっぱり独り占めするのは良くないので、タッチャンス、お疲れです、乾杯。あ、どうぞ、こちらが至高のメニューです。私美食クラブが選んできた。ありがとうございます。早速いただきます。これに勝てるのないと思う。鰹節いいっすね。めちゃめちゃ効いてますね。カツオないよね。基本的に煮卵って大体お醤油とみりんと酒作ると思うんだけど、ここにカツオのうまみと味の素グルタミンのうまみを加えることによって味の玉手箱や、味の玉手箱や、貝原優さんが言うとるんや、味の玉手箱。元そっちなんですか？いや、元は彦摩呂ですね。でもこれマジで止まらなかった理由分かります？うまいでしょ。1個食ったらまた次ってなっちゃう。ちょっとラー油いってください。ラー油いってください。合う。最高じゃ。いや、これマジ最高ですわ。傑作だと思う。もう許されるならもう全部食いたいですもんね。俺も全部食いたい、全部食いたいけど、ほら達也と哲也に残しておかないとやっぱりね、これだけでも無限に飲めますね。味もしね、疲れが浅いなと思ったらね、お塩ちょっと振るとね、味締まりますんで。でも3日つければね、お塩いらないと思う。一番うまいのはね、これね、ご飯にね乗っけてね、汁ぶっかけんすよ、つけ汁。もうね、罪だよ、大罪、無期懲役ということで、無期懲役、煮卵、ぜひ皆さんお試しください。